Hello, hello, hello! ニコニコチャンネルのニックです。いつもこのチャンネルでは皆さんにシェアハッピーしてますけれども、今回は新型コロナウイルスのイギリスでの状況が悪化しているので、今回はこの状況について共有したいと思います。はい、スタート。はい、皆さんがご存知の通り、新型コロナウイルスが世界規模で拡大しています。で、ここイギリスでも最近この新型コロナウイルスの状況が悪化してて、で最近僕も結構身近に感じるようになっています。で、今回はイギリスに住んでるイギリス人の目線から見た経験や情報をお届けしたいと思います。はい、今までイギリスはこのような感じで新型コロナウイルスが広まってきました。で、例えば3月16日にボリス首相が初めて新型コロナウイルスの対策について発表しました。で、その中、不要不急の移動や他者との接触を避け、自分の家で仕事をできるよう呼びかけしました。で、3月18日にボリス首相がイギリスのコロナウイルスの対策を新たに発表しました。で、その中、20日から学校を休校にするという対策がありました。で、この時点ですでに感染者が2626人で、死者は104人でした。で、3月20日にボリス首相は新型コロナウイルスの対策をまた新たに発表しました。で、その中、新型コロナウイルスの感染を抑えるためにイギリス国内の飲食店、例えばパブ、カフェ、レストラン、あとは映画館、劇場でスポーツジムなどの営業を無期限で一時停止するということでした。で、その他にも政府が労働解雇者の補助金を発表しました。で、ちなみにこの応募のサイトは下に貼っておきますので、当てはまる方はぜひ見てください。はい、今まで大まかな話しましたけれども、実は現在イギリスでは感染拡大により、その新型コロナウイルス以外にもいろんな事件、様々な事件が起きています。例えば、コロナパニックによる悪質行為で、カンデンとプリムローズヒルというロンドンの北の方にあるエリアなんですけれども、で、偽コロナウイルス検査隊が家を訪問して、で、窃盗詐欺が発生したそうです。ちなみに僕の友達の中、プリムローズヒルに住んでいる人がいますけれども、このようなメールをもらったそうです。そうですね。もし知らない人にドアをノックされましたら、絶対に開けないでください。で、この時期だと、もちろん体だけではなくて、自分の家とか本当に気をつけた方がいいと思います。で、次にアジア人に対する差別。で、実はこの前シンガポール人がアジア人ということだけで地下鉄で重度の怪我をさせられました。で、そうですね。皆さんももしかしたら緊急事態でそのスーパー行くことがあるかもしれないですので、できるだけ明るい時間帯に行った方が、行くようにした方がいいと思います。これらの知見以外にも、いろいろなことが起こってるみたいです。で、こんな事態でも、悪いことが連鎖してしまうのはとても残念だと思います。はい。最後に自分自身の現在現状について話したいと思います。で、まずは、仕事ですね。今まではそういう、必ず会社行かないといけない規則があったんですけれども、最近もちろんその新型コロナウイルスが発生、かなり感染が増えてきますので、できるだけ、在宅勤務、あとは、フレックスタイムを利用して、出社、退社、できるように要請されましたけれども、で、最近は、ほとんど毎日在宅勤務をしています。で、次に買い物について話したいと思います。で、実はその家庭用品
とかはもう全くないんです。そのスーパーには。で実は僕、この前、近所のスーパー、夕方ぐらいに行ったら、もうトイレットペーパーはもちろんなくて、でそれ以外にも、そのフルーツ、野菜、あとパスタとか、あと小麦粉、卵全くなくて、すごい困ってたんですよ。で、実は、僕結局何も買わずに帰ってしまいました。で、ちょっと学んだのはやっぱりその4時とか5時とか行くのは多分やめた方がいいと思います。だからできるだけそのスーパーがオープン時になるべく早めに行ってで買い物してきた方がいいと思います。そして娯楽について話したいと思います。で先ほど申し上げましたけれども、そのスポーツジムの運営経営が一時的に停止ということになりましたので、残念ながら近所のジム行けない状態です。なので、なんだろう、私たち、旦那さんと一緒にこのアパートの中にずっと一日ずっと閉じ込められてるので、できるだけなるべくその体を動かす運動とかした方が、気分転換になるんじゃないかなと思ったので、ちょっとダンベルを買ったりして、あとそのヨガマットも買いました。で、これから2人で、もしくは1人でちょっと運動しようかなと思っています。で、今後の不安、今後の心配がたくさんあるんですけれども、それ何かというと、皆さんがご存知の通り、ヨーロッパの諸国にはいろんなところがもう完全封鎖になっている状況なんですけれども、でももしかしたらイギリスも同じくその完全封鎖の状態になってしまうんじゃないかなと思っています。ただ、いつ完全封鎖になるかわからないので、できるだけその準備をして、例えば買い出し行ったりとか、あと一日もし完全封鎖になった場合、どういうふうに一日を過ごせばいいのかということをちょっと考えています。で、そうですね。毎日本当にそのニュースを見たり、で、Facebook、SNS、で、そのニュースを見たりして、できるだけその準備を行っています。で、今回はいつもと違って少しヘビーな話で申し訳ないんですけれども、せっかくイギリスに住んでるイギリス人なので、少しだけでもイギリスの現在現状について共有したらいいなと思って、今回の動画を作ってみました。で、せっかくこのイギリスの現状について紹介したので、いろんな方にシェアしてもらえたらいいなと思っています。でちなみに、Twitter の方で、現在、イギリス新型コロナウイルスの情報について、いろいろツイートしてますので、イギリスに在住、イギリスに住んでいらっしゃる方が、もしいらっしゃったら、ぜひ、Twitter の方を見てください。で、これからも、どんどんこのイギリスに関する動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、また。